個人売買で$600で買ってきたダイハツエッセは赤いガムテープでドアとボンネットの錆が隠されていました。そのガムテープを剥がしたら想像以上の錆穴があることが判明しました。助手席のドアを室内側から見ています。個人売買だと売り主がいる目の前でこのガムテープを剥がしてひどい状態だから買えないというのはなかなかに気まずいので確認できませんでした。次からはガムテープで補修されている車は買わないようにします。ガムテープを剥がして錆を取り除いていくとドアの角の部分は完全に消滅してしまいました。運が良かったのはヒンジ部分の骨格には大きなダメージはなくドアの開閉には問題がなかったことです。助手席ドアの後ろの角も錆を取り除くとかなり錆が広がっていて穴が開いてしまいました。ドアごとリサイクル部品と交換するのが良いです。しかし私たちは DIY で下手くそでも非効率でも低予算で修復にチャレンジしてみます。錆はドアだけではありませんでした。トランクの縁にも錆がありました。ボンネットのガムテープを剥がすと、ここもコインよりも大きな穴が開いていました。ルーフにも塗装がデコボコして錆が怪しいところがあったので調べていくとここも穴が開いていました。一見全塗装されていて綺麗に見えたのが購入の理由でしたが大失敗しました。ルーフのつなぎ目がすべて錆びているわけではなく後ろ側の左右とも同じ位置に錆がありました。構造的にこの部分に水が溜まりやすいようです。おそらくルーフモールの固定部品の隙間は非常に狭いので、そこに泥が溜まってしまうと水が溜まってしまうのでしょう。ここはルーフモールを時々外して掃除する必要がありますね。モール側にもたくさんの泥がついていたので、モールの隙間も歯ブラシで掃除しました。錆止め処理として錆転換剤を塗った後、防錆や延命気塗料も塗りました。ドアの欠損部分は金属プレートを針金で固定して基礎を作りました。その上にグラスファイバーを塗りつけて形を作っていく作戦です。こんなに大きな補修は初めてです。ドアの内側から錆びている場所を見ています。この辺りをなんとか水がたまらないように修理しないとまた錆びてしまいます。作業しやすいようにドアヒンジを外しています。この状態でドアヒンジ部分が生き残っていたのは奇跡的です。防錆や延命気塗料をスプレーしました。さらに自動車用のボディシーラーで防水処理しました。ヒンジの周りも FRP 補修剤で修復しました。ドア内側からドアの隙間に白いボディシーラーを指で擦り込みました。ある程度基礎を FRP 補修剤で成形してからパテを持ってさらに形を作っていきました。
この赤色の塗料は指定色のタッチアップ券が5ドルで売っています。それを希釈せずにエアースプレーで使用できます。今回はサーフェイサーは使いませんでした。下地が透けてしまってますが、重ね塗りしていくと透けなくなっていきました。一応、完成しました。色が合っていませんし、FRP 補修剤でグラスファイバーを穴の周りに貼り付けているため、ボディ面に対し平らにはならず盛り上がっています。ガムテープで隠していたら、錆はどんどんひどくなる一方ですから、この修復でもやらないよりは、はるかにマシだと思っています。この補修にかかった費用は、わずか20ドルでした。